どうも、ロックンクローラーズです。今週も週刊 RC クローラーをやっていこうと思います。先週はね、ちょっと1週間お休みしました。ネタがね、あんまなかったっていうのもあります。今週は、ブームレーシングの BRX02。最近ね、このシリーズ3の、ボディが出たんですけれども、これちょっと違うと思いませんか？そう、これ88なんですね。ショートホイールベースバージョンのボディっていうものが、新たに追加されました。BRX02 はですね、もともとはこの LC70、これが BRX01 として出て、その後2で、ランドローバーディフェンダー D110 ですね、のボディで出て、そして6輪の110が出て、そしてシリーズ2のですね、109、これホイールベースの長さなんですけれども、109っていうのが出て、長いやつね。そしてこの度、BRX02 の88のショートホイールベースが出るということらしいです。ロングもいいけどショートもいいですよね。この手のねボディ最近ね結構いろいろドバドバっとリリースされましたよね。カリスマからも出たし FMS からも出ましたし、渋いマニア好みの一台だと思いますので、気になる方はチェックしてみてください。そして続いてはですね、強商のこちらトヨタタコマのね製品ですね。クローラーかと思いきやクローラーではないという、個人的にはちょっと残念ですが、かなり気になる一台です。強商がここまでのね、こういうオフロードトラックのスケーラーを出してくるっていうのは、今までもありましたが、これちょっと今までとテイストが違うなって感じがしますよね。日本の強商が手を入れてんのか、もしくは強商 USA 主導とか、そんな匂いもちょっとするんですが、どうでしょうか。価格は81,400円ということで高いですね。クローラーじゃないので、もちろんね、こういういろんな構造がすごくよく考えられているとは思うんですが、これ KB10 シリーズなんですよね。KB10 シリーズ。モンスタートラックっぽいやつとかもね、ありますよね、他にね。そのシリーズのシャーシ。もちろんちょっとね、改良はされてるんじゃないかなと思うんですが、一応ブラシレスの75キロオーバーってことでね、時速。かなりのチョッパーやマシンです。ホイールベースは 340mm、全長 572mm ってことで、これはアメリカンクローラーとスケールトラック系のサイズとほぼほぼ同じ、ちょっと大きいかなぐらいですよね。8万円か。高いですね。でもこれ強商で買うなら僕は間違いなくこれですね。75キロでぶっ飛ばしたらぶっ壊れちゃいそうですけどね。そして続いてはですね、フェア RC というたびたびブログでね紹介している中国のねラジコンショップのカスタムモデルの紹介をしました。 FMS の製品をこのフェア RC がですね、連携してるんでしょうね。子会社なのかな、ちょっとそこまでよくわかんないんですが、こういうボディカラーとかですね、ちょっと仕様をですね、オリジナルのパーツとかを装着したりとかしてですね、かっこよく仕上げているモッドシリーズですね。このスマッシャーモンスタートラックもあるし、K5 のね FCX24 とかもあります。あとバトラッツィっていうね、こういうパーツですね、オリジナルのブランド、これをですね装着して走破性をアップさせているという製品もあります。 K5 だけでこんなにあったりとかですね、他にもパワーワゴンもこんな風にですねいろいろあります。このホイールまでね処理してるの結構ポイント高いですよね。オリジナルこれですからね。シリーズ3もねこんな感じでいろいろあります。そしてね10分の1の FJ40 もこんな感じでねサビ加工がされているものもあります。 FMS の製品買うならね、初めからこういうカスタムされたものを買うっていうのも一つの手かなと思います。そんなにね価格がアップしてないんですよ。25ドルとかね20ドルとか、このバトラッツィのねパーツついてるやつはちょっと高くなってますけど、結構ね気になりますよね。そして続いてはですね、タミヤのポリカーボネート用のカラースプレー PS スプレーにですねダークブルーが追加されたよっていうニュースです。僕的には非常に嬉しい情報ですね。これは結構待ち望んでいた、ダークブルーを待ち望んでいたわけじゃないんですが、 PS スプレーにね新色が追加されるっていうのは嬉しいことです。種類結構あるけど使えるカラー意外と少ないですよね。好みにもよりますけれども、
なんでどんな色でもねラインナップが増えるっていうのはいいですよね。ダークブルーこれ結構使えるんじゃないでしょうかね。そんな気がしています。タミヤのこちらのね同じ時期にね発売されるフィアットアバルトラリー、こちらのね製品のこの色っぽいですね。これブラックっぽいですけど、これダークブルーなのかな多分ね。これ意外と使えるかな。個人的にはこれ一回買って使ってみたいと思います。そして続いてはですね D1RC から LCG ギアボックス登場ということでですね、こんな写真を紹介しています。 D1RC ってすげえハイクオリティなパーツとか、D90 のねラジコン RTR キットだったかなを出すメーカーとして、知る人ぞ知るという感じの中国のメーカーなんですけれども、そちらが出してきた LCG ギアボックスってことでなかなか興味あります。これめちゃくちゃちっちゃいんですよ。 52mm ですよ、横幅。ちなみに、2ドットローチームガレージハックのあれ横幅 85mm あるんですよ。高さとか奥行きは、まあ似たようなもんかな。幅はあんだよね。奥行きはちょっと2ドットローよりもあるんだけど、横幅は非常に短くてすげえコンパクト。重量 48g ですからね、めちゃくちゃ軽いですね。こんなギア構成なので、これはオーバードライブはついていません。なのでアクスルでねオーバードライブ化するとか、そういう LCG マシンだったら別にねトランスミッションこれで全然 OK だと思います。価格は9970円。 OBL ホビーで取り扱いをするそうです。続きましてはですね、STEX でエレメントのエンデューロのブラックシリーズが入荷ということで記事を書きました。最近ですね、エレメントの製品続々と入荷してきてるんですが、今度はですね、ブラックシリーズ、このスクラッチするとサビの色がね出てくるやつね、これのトレイルウォーカーとエクト、そして、センデロ HD ですね、これが登場しました。全部ねブラックですね。エレメントはですね、最近ねエクトのイエローバージョンとか廃盤になってたんですね、実は。でトレイルウォーカーももう廃盤になっています。これのブルーのやつだね。そしてセンデロ HD の赤いやつも実はもう廃盤になりました。ということでこのブラック化に、なんか注力している感じがしますね。エレメントらしくて僕的にはいいと思いますね。これ全部ブラック、このボディでいいんじゃないかなって気さえします。STEX でね数量限定で販売しているので、気になる方はチェックしてみてください。そしてトラクサスのスラッシュ用のねクリップレスボディマウントコンバージョンキットが出たということで紹介しています。スラッシュはね意外と持ってる方少ないと思うんですけれども、このマウントをつけるとクリップレス化できるということで、個人的にはですね TRX4 の、クリップレスマウントになってないタイプの製品、ディフェンダーとかね、あの辺の製品に対応したクリップレスコンバージョンキットっていうのが出たらいいな、結構需要あるんじゃないかなと思うんですが、どうかな、出るかなって感じですね。やっぱクリップレス便利でいいですよね。丈夫だし外れないからね。そして、乳がん啓発月間限定のピンク色パーツっていうものがですね、いくつかのメーカーから発売されています。チャリティー製品ですね。バンキッシュからはですね、このピンク色のアクスルとかですね、ホイールとか、あとサーボホーンか、そういったものがリリースされています。ピンクリボンなんでね、ピンク色っていうことでね、他のメーカーもやっているんですが、キャッスルクリエーションはですね、こういうマンバー X とモーターですね、ブラシレスのこのコンボをですね、ピンク色にこれ塗ったのかな、ちゃんと製品として作ってんのか、なんかスプレーで塗装しただけっぽいような気もするんだが、どうでしょうか。これをですね、オークション形式で販売しています。販売というかですね、1人5ドルだったかな ?1 ドル5ドルだ。1人5ドルで専用のね、サイトでオークションに参加するとですね、1人が、これの製品をゲットできるというチャンスが与えられます。
この売り上げはね、全部乳がんのね、研究団体に寄付されるそうです。皆さんもね、こういうチャリティー、ラジコン業界であんまチャリティーってね、行われませんが、参加してみてはいかがでしょうか。そして最後はですね、ホームズホビーの ESC クロールマスターミニの V3 がですね、ファームウェアのアップデートでですね、ブラシモーターにも対応したというニュースになっています。AM32 っていうね、ファームウェアを搭載したホームズホビーのね、コンパクトな ESC なんですが、先日 V3 バージョン3にアップデートしてですね、ベックが内蔵されたりとかですね、しかも 7.4V までのベックが搭載されたりとかですね、配線済みだったりとかってことで、非常にですね、製品として完成された、熟成してきたって感じがするんですが、基本的にこの ESC はアウトランナーのブラシレスモーター駆動用の ESC ですけれども、実はですね、ファームウェアが公開されました。10月2日に。このね、ブラシドクロールマスターミニ V3、これ当てるとですね、ブラシモーターでも制御することが可能になるということです。ESC ってブラシかブラシレス、結構どっちかっていうことが多いですよね。キャッスルクリエーションの ESC っていうのは基本的には両方対応してますよね。ブラシもブラシレスも。ただどっちかっていうと、やっぱマンバーがブラシレスで、サイドワインダーがブラシっていうような使い方してる人が多いのかな。やっぱ ESC 一つでそのブラシレス交換できるっていうのは、セッティングとかもそうだし、他のマシンにね、乗せ替えたりする時の汎用性も高まるので非常にいいんじゃないでしょうかと思います。どんな挙動をするんですかね。その辺、どんなプログラムになってるのか、すごく気になるところです。ということで、今週も週刊 RC クロールやってきたんですが、また来週まで、どんな情報出るかを楽しみにしていただければと思います。それではさようなら。